はい、どうもこんにちは。ゆうきです。今日もね、楽しいエフェクターを紹介していきたいと思います。今日紹介するのはこちら、エキゾチックの EP ブースターですね。これも非常にね、名機です。もういろんなところで紹介されたり、いろんな人が使ってたりするようなエフェクターです。クリーンブースターとして出てきたんですけど、スイッチが一つとつまみが一つだけあって、オンオフで歪ませないでボリュームを上げれるというのでできたんですけど、これ非常にね、この通すだけで音がとてもいいと。要はね、テープエコーの音をね、再現してるエフェクターで、その音がね、マイルドで太くなって、とっても心地いいということでですね、非常にセンスのいいですね、音作りがなされてるわけです。それでね、非常にいろんなところで人気になって、今やもう定番としてね、もうずっと長らく愛用されているですね、エフェクターです。僕の動画でもね、この動画とか、この動画とかで、昔のね、ボードをお見せしたことがあるんですけど、そこでもね、結構これ使ってました。あとはですね、ここですね、ヨシさんのこの動画とか、こういうところでですね、ちょこちょこ EP ブースターが出てきます。そんなね、大人気な EP ブースターなんですけれども、今日はその音をですね、見ていきたいと思います。ということで、行ってみましょう。はい、ということでですね、EP ブースターを見ていきたいと思います。こちらですね、ジミー・ペイジとかですね、エディ・バンヘレンとか、ブライアン・メイとか、エリック・ジョンソンとかですね、ミュージシャンがですね、使っていたエコープレックスっていうですね、テープエコーがあるんですよ。もともとですね、テープエコーなんでディレイの目的なんですけれども、それを通しただけで音が締まって腰が出るみたいなですね、プリアンプ的に使用されているテープエコーがありました。ただ、やっぱテープエコーなんですごいシステムが大きかったり、すごくメンテナンスの問題とか、すごく大変だったみたいです。で、このウォームでコシのあるプリアンプ的なサウンドを手軽に得られるように生まれたのがこのエキゾチックの EP ブースターだそうです。すごいですね。なんかそういう歴史があったんですね。でですね、クオリティの高いパーツを使用してですね、耐久性においても十分ね、プロに使ってもらえるように配慮されて設計されてるみたいです。なんといってもね、この超小型なのがすごいですよね。で、ここはね、後で裏見ようかなと思うんですけど、ちゃんとね、このちっちゃい筐体にですね、電池も入るんですよ。すごいですよね。大きさ的に言うとですね、比率的にはこんな感じですかね、比較的には。こんな感じかな。だいぶちっちゃいですよね。これがボスのエフェクターなんで、とってもちっちゃいです。そしてですね、これ今申し上げたみたいにですね、電池でも動くんですけど、アダプターを使ってですね、9V で駆動することができて、最大 18V まで昇圧して、ヘッドルーム豊かなサウンドでも使うことができるみたいです。僕はね、これ前ね、この辺の動画なんかで紹介したみたいに昔使ってたんですけど、18V で昇圧して使ったこともあるんですけど、僕はね、9V が好きで、9V で使ってた記憶があります。ではですね、音を鳴らしてみたいと思います。ギターはですね、ES335 にですね、コッホのペダルトーンというプリアンプですね、この動画で紹介したコッホのペダルトーンというプリアンプに挿して使っております。で、その間にですね、この EP ブースターを入れてるという感じですね。で、まずはバイパスの音を聞いてください。335のミックスポジションです。こんな感じです。ではまずもうこのままオンしてしまいますね。ポチッ。いかがでしょうか。クリーンブースターなので、ちょっとボリュームが上がるという感じです。こんな感じですね。つまみ0の位置でもちょっと持ち上がるようなボリューム感ですね。ですので、僕はね、エフェクターボードに組んでて、ボリュームを上げる目的じゃなくて、このですね、音を使うためにつけてたので、ボリュームは上がってほしくなかったので、ボリューム0で、つまみのボリュームは0で、かけっぱなしで使ってました。めちゃくちゃいい音ですよね。どうですかね、めっちゃいい音じゃないですか。僕やっぱこれとっても好きです。ちょっとあったかい音というか、だから立体感がちょっと出る気がします。ちょっとあったかくて、ちょっとだけ丸くリッチなサウンドになるような感じですね。センスのいいイコライジングがされてると思います。気持ちいい音です。これ本当に好きな人がね、多いのがよくわかります。こんなちっちゃい筐体1個でね、ただのクリーンブースターだろうとか昔は思ってたんですけど、買ったらね、もうずっとこれつけてたいなってなったので、本当にいいエフェクターです。で、つまみですが、今0でもちょっと上がりましたが、ボリューム。これを上げていくと、もちろんですね、ボリュームがどんどん上がっていくわけです。
もう12時とかにするともうめっちゃ上がりますね。マックスにするとめちゃくちゃでかくなります。ですのでしっかりクリーンブースターとして歪ませずにボリュームを持ち上げるっていう機能でもね、しっかり使えるエフェクターだと思います。とってもいいですね。歪ませると歪ましてもですね、ちゃんとしっかりですね、この EP ブースターで音が太くなってるのがわかると思います。いや、本当にいいですね。とっても気持ちいいです。歪みもいいですけどね、僕はやっぱりクリーンの音がとっても気に入りました。めちゃめちゃいい音です。あとはですね、この中にですね、ディップスイッチがあるんですよ。で、そのスイッチを操作することによって音も変わるみたいなので、それをね、やってみたいと思います。まずはですね、この今の状態の音をですね、聞いてみましょう。こんな感じです。裏を覗いてみましょう。よいしょ。後ろにですね、ここにネジがね、4箇所ありますね。こことこことこことこうですね。で、このネジをドライバーで回します。はい、これでネジが4つ出ました。するとですね、ここがパカッと開きます。そしたらですね、この金属の蓋とこの本体部分に分かれます。蓋は置いておいて、するとですね、このちっちゃい筐体の中にちゃんとこの 9V の電池が入るような設計になっています。そしてですね、こちらご覧になってください。ここをご覧になっていただいてですね、見えますでしょうか。オン1、2と書いておりますね。ここをですね、操作すると音が変わるみたいです。ちょっとやってみましょうか。1ですね、ここの部分をちょっとジップ下げてみたいと思います。1が、下に下がりましたね。これでやってみたいと思います。僕もね、普段ね、あんまこういうことしないのでね、なかなか不安ですけど、変わらなかったらどうしよう。じゃあやってみましょう。ポチッ。お、ちょっと違うんじゃないですか？なんかちょっとね、タイトになった気がします。確かに変わりました。そしてこの音ね、めっちゃ好きです。ちょっとこのままですね、今1がオフでこっちに行ってましたね。で次は2ですね。この2をもう一回カチッと下にしたいと思います。はい、しました。これで音を聞いていきたいと思います。よいしょ。ちょっとさっきの1よりもちょっともんわりした感じというか。1
一番初めの音に近い印象があります。次はですね、2番を下ろして1番だけ上げるような状態にしたいと思います。この状態で鳴らしてみましょう。さっきの音よりはちょっとタイトになりましたね。やっぱリッチな音ですね。丸いけど、ちょっとさっきよりはタイト、全然ボーボーはしてないような感じです。じゃあもう一回ですね、一番初めにやってたやつを見てみましょう。僕の知ってる EP ブースターの音になりました。ちょっと太くてけど芯がしっかりある音ですね。でタイトすぎずリッチな、ところがしっかり出てる印象です。やっぱねこれが僕の知ってる EP ブースターの音って感じです。素晴らしいですね。僕が好きなのはこのやっぱノーマル、これがちょっとデフォか分かんないんですけど、この状態、両方ともスイッチが上に上がってる状態と1個目にやった1番だけ下に下ろした状態、これがタイトで好きですね。これかさっきのやつが好きですね。はい、ということでね、今回いくつかのセッティングでですね、音を比べてみましたけど、やっぱりね、この EP ブースターっていうのはね、非常にいい音です。こう言ってしまうのは簡単なんですけど、つなげてオンした時の音が非常に素晴らしいバランスで設計されてるなと思いました。実際ね、このエコープレックスっていうね、本家のテープエコーはね、もの自体はね、触ったこともないし、知らないんですけれども、たくさんの方に愛されてきた名機ということで、やっぱりこの音っていうのはですね、非常に伝統的で、魅力の多い音なんだなと改めて感じました。でね、そんな音がね、気軽に手に入るということでね、この EP ブースターはもう大人気なわけですけれども、ぜひね、気になる方はチェックしてみてください。商品のリンクはですね、概要欄にですね、貼っておりますので、そちらからぜひチェックしてみてください。で、またね、持ってるけど、ディップスイッチ試したことないよって方はですね、ぜひね、一度試してみてください。とってもね、面白い発見があるかと思います。自分の好みのセッティングを見つけてみるのもいいかなと思いました。はい。いかがだったでしょうか。これがエキゾチックの EP ブースターです。めっちゃいい音ですよね。やっぱ繋いだだけでですね、ちょっとね、針の削れた丸い音というか、なんかふっくらした、太い音になるというイメージでね、僕もすごく好きな音の方向性です。で、実際ね、本当にちっちゃくて、エフェクターボードにも入りやすいし、見やすさもバッチリだし、音もサイズ感も秀逸なエフェクターです。値段もね、良心的ですしね、とってもいいと思います。通すだけで音結構変わるんで、気になる方は概要欄にですね、商品のリンク貼ってますので、そちらから詳細確認して試してみてください。ということで本日はエキゾチックの EP ブースターの紹介でした。心の中ではね、こんな感じで、ギターのエフェクターの話や、ボスのね、コンパクトエフェクターの話だったり、あとはギターの話だったり、そしてね、あとはバンドマンのエフェクターボードの話なんかもやってますので、ぜひね、この機会にチャンネル登録をしていただいて、また次の動画でお会いできるととっても嬉しいです。ということで本日はありがとうございました。ゆうきでした。じゃあね、バイバイ。